日が昇って間もないものの、16歳の森万四郎はすでに薙刀の稽古に励んでいます。万四郎は野心を持った修行中の侍で、今日はこれまで以上に先生たちに強い印象を与えなければなりません。今日万四郎は幕府の置かれた江戸への旅の申し出をする予定です。1年にわたる武術と文芸の修行のためです。それには先生方と父上の同意が必要です。時は1800年、土佐藩の藩庁がある高知の城下町では、大名が領地を支配し、およそ1500人の侍が仕えています。200年間日本では平和が続き、かつて侍は主に戦士でしたが、今でははるかに広範囲で役割を果たしています。彼らの中には政府の役人や学者、教師、さらには茶道や芸術の先生もいます。これらの多様な責務を果たすために、万四郎のような若い侍は文武両道に務めます。文道と武道です。15歳で成人の儀式、元服を経て大将という2本の刀を授かりました。小刀は修行と戦闘のためのもので、一方短刀は早朝で唯一の目的があります。切腹を行う時のためです。自分自身、家族、大名の名誉を汚すことがあった時に使います。万四郎は伝説的な侍宮本武蔵を崇拝しています。宮本武蔵は150年前の高名な剣豪です。しかし万四郎は彼の剣術のみに憧れているわけではありませんでした。宮本武蔵は書道家、そして画家でもありました。それは万四郎が江戸に行きたい本当の理由で、彼は密かに画家になりたいとも思っています。自宅での練習を終え、父上に挨拶をしてから学校に歩いて行きました。父上は江戸に行く大名に同行する準備をしています。日本の軍事政権のトップである徳川将軍は、全ての藩主に1年おきに自分の領地と江戸に交代で住むことを求めています。費用のかかる行き来を課すことで、大名を幕府に従属させ、幕府に反逆するための軍事力の拡大を抑える目的もあります。大名に忠誠を誓わせるために、その妻と子供たちを人質とし、常に江戸に住まわせています。しかしその慣習は大名に影響を与えるだけではなく、日本における生活リズムの多くを形作っています。侍は大名に同行して江戸に行かなければなりません。今年は万四郎の父の出番で、万四郎は父のお供をすることを切願しました。しかし彼はまだ修行中の身であることから、父上と藩の両方の許可が必要です。学校では万四郎の最初の授業は剣術でした。先生の厳しい眼差しのもと、同級生と組み練習してきたいつもの稽古をこなしていきます。授業の最後に江戸へ行きたいとの願いを今一度先生に伝えました。先生はこの日初めての笑顔を見せると、万四郎はきっと支援を受けられると感じました。次に万四郎は弓道、馬術、水泳の練習をします。その後午後から学問の授業があります。儒教、道徳、歴史といった科目が含まれています。先生が呼びかけた時、万四郎は支援の是非を今にも尋ねようとしましたが、もう一人からの支援を確かめようとしました。その日のうちに正式に願いが通ると確信していた万四郎でしたが、最大の難関が待ち受けていました。父上を説得することです。父上は文芸よりも武芸の方が重要だと考えているので、万四郎は芸術への野望には触れません。その代わりに剣術で有名な師範の下で修行ができるという話や、将来高知に戻った時に玄人になれる期待が高まる師範の資格の話をします。そして最後に強く主張をします。今回行って成功すれば、将来父殿は引退し、自分が江戸に出仕できるという訴えです。この最後の訴えで願いは認められました。万四郎の父は旅の同行を許可したのです。江戸の喧騒の中で、万四郎は画家になるという密かな野望に突き進む機会をついに得たのです。
これらの動画で日本古来の文化について学んでください。神道学者の後を追って平和を見つけ、魚拓スタイルの版画制作法を学ぶことができます。